ユニティアドレッサブル入門。ユニティアドレッサブルを使うときに絶対に避けて通れないのがメモリ管理です。開放を忘れるとゲームが重くなったり、最悪クラッシュの原因に。今日はこの正しいメモリ管理のやり方、お使いと実演で分かりやすく解説します。実際リリース前のチェックでメモリリークが見つかって慌てる人多いんです。でも安心してください。アドレッサブルの仕組みを理解すれば解決できます。今回は初心者でもわかるようにリリースの正しいタイミングを解説します。左図、オブジェクト生成。右図、開放忘れするとメモリに残ります。アドレッサブルのメモリ管理の基本。アドレッサブル、ロードアセットエイシンク。メモリにロードカウント足す1。アドレッサブルリリースカウントマイナス1、ゼロになったら開放。この仕組みを知らずにリリースすると確実にメモリリークします。 Windows アナリティクスプロファイラーを開く。画像を読み込みます。メモリにロードされているのを確認できました。一時停止を解除します。次の画像を読み込みます。もう1枚画像を読み込みます。読み込まれているのを確認できます。一時停止を解除します。画像を開放します。もう1枚画像を開放します。2枚分開放されているのを確認できました。一時停止を解除します。画像を開放します。すべて開放されているのが確認できます。ここでよくある間違いを紹介します。端末のデータを DL している状態です。ロードアセットエイシンクでメモリーに読み込んでいる状態です。インスタンシエイトしてオブジェクトを生成します。デストロイしてメモリーに残っている状態です。このまま放置でシーン切り替えしているとメモリーにデータが残るためクラッシュする確率が上がります。わざと残す場合もありますが、シーン内でしか使わないものは開放しないといけないのでメモリーが足らない状態になります。ソースどんな感じ？参照カウントを管理するクラス変数を定義する。1回読み込むとそれ以外はカウンターのみ数える。0回になるまでカウンターを数え0になると消す。強制的に全部開放する。長期を使用して参照を管理すると開放できないことがあり、また見つけるのが難しくなります。長期を使用してデータを生成、データを発揮し、ソースでリソース